ロサンゼルスの夜空を包む心地よい風。その風さえも、この日のドジャー、スタジアムを覆うような熱気には逆らえなかった。ロサンゼルス、ドジャース対ニューヨーク、ネッツ。リーグ屈指の強豪同士による3連戦最終戦。シリーズの勝ち越しをかけた一戦ということもあり、試合開始の2時間以上前から球場周辺は青いユニフォームをまとったファンで埋め尽くされていた。観客の誰もが同次男の登場を待っている。1番、指名打者、大谷翔平。スタメンアナウンスが流れた瞬間、スタジアムは今日一番の歓声に包まれた。ここ数試合、大谷は驚異的な打撃を見せながらも、本塁打数は22本で止まっていた。今日は出る。そんな期待が場内全体に漂っている。対するメッツの先発は右腕エース。タイラー・メギル。150キロを超える速球と鋭いスライダーを武器にする難敵だ。しかし、大谷は打席へ向かう足取りに一切の迷いがなかった。1回裏、ドジャース先頭打者、大谷翔平。場内は総立ち。メギルは初球から外角高め98マイルのフォーシームを投げ込む。ストライク。球場がどよめく。2球目。今度は低めへのスプリット。大谷は見送る。1ボール1ストライク。3球目。内角へ食い込む高速シンカー。ファウル。追い込まれた。メギルは笑みを浮かべる。勝負球はもちろんスライダー。4球目。鋭く曲がるボールが外角低めへ落ちていく。しかし、その瞬間だった。大谷のバットが信じられない角度でボールを拾う。乾いた打球音。カーン。打球はライト方向へ一直線。右翼手は数歩下がる。しかし途中で足を止めた。スタンド最前列へ一直線。入ったー。ドジャー、スタジアムが一瞬で爆発する。大谷翔平、第23号ツーランホームラン。一塁にはベッツが出塁していたため、この一発でドジャースが2対0と先制。飛距離約131メートル。打球速度188キロ。打球角度26度。まさに完璧な一撃だった。ベンチへ戻る大家を迎えるチームメイト。レッツは笑いながらヘルメットを叩き、フリーマンは両手を広げて抱きつく。ダッグアウトには笑顔が溢れていた。実況席も興奮を隠せない。これぞスーパースターです。誰もが期待したその瞬間を、本当に現実にしてしまいました。解説者も思わず笑う。打った瞬間でしたね。完全に真でした。一方、ネッツベンチには重い空気が流れる。まだ1回。それでも、この一発が試合の流れを大きく変えたことを誰もが感じていた。しかし、ネッツも黙ってはいない。3回表。9番打者のヒットをきっかけにチャンスを作る。続くリンドアがセンター前へ運び、一死一。三塁。ここで迎えるのは不安。外。フルカウントから甘く入ったカットボール。外が右中間を真っ二つ。走者2人が生還。試合は2対2。あっという間に振り出しへ戻った。ネッツベンチは勢いづく。ドジャース先発も苦しい表情を浮かべる。試合はここから完全なシーソーゲームへ突入していく。4回、5回と両軍とも追加点を奪えず、緊張感だけが高まっていく。そして迎えた5回裏。1、9番打者が死球を選ぶ。続くベッツがレフト全ヒット。1、1、2塁。再び球場全体がざわつき始める。ネクストバッターズサークルには、もちろん大谷翔平。メギルは深く息を吐く。また、この男か。スタンドでは無数のスマートフォンが掲げられる。誰もが歴史の瞬間を期待していた。大谷は静かに打席へ入り、ゆっくりとバットを立てる。球場の歓声が一気に静まり返る。そして次の瞬間、5回裏、1-1、2塁。スコアは2対2。ドジャー、スタジアムは再び異様な緊張感に包まれていた。打席には大谷翔平。この日すでに第23号ツーランを放っている男が、再び勝負どころで打席に立つ。メッツのベンチはたまらずマウンドへ集まった。星がミットで口元を隠しながら何度も首を振る。絶対に長打だけは許すな。その意図は誰の目にも明らかだった。しかし、大谷に対して完璧な配球など存在しない。試合がそれを証明することになる。メギルは慎重に初球を投じる。外角いっぱいへの98マイル。ストライク。2球目は低めへ沈むスプリット。大谷は見送る。1ボール1ストライク。3球目。高めへ浮き上がるフォーシーム。大谷はファウル。追い込まれた。場内にはメッツファンの歓声も混じる。ここで三振を取れば流れは向こうだ。誰もがそう思った。4球目。メギルは決め球のスライダーを選択する。ボールは外角低めへ鋭く曲がる。完璧なコース。しかし、大谷の身体は最後まで泳がなかった。右足をしっかり踏み込み、腰を鋭く回転させる。次の瞬間、バキーン。今日2度目の完璧な打球音。
打球は高々と舞い上がる。ライト方向へ一直線。右翼しな全力でフェンス際まで下がる。ジャンプ。届かない。スタンド最前列へ一直線に飛び込んだ。入った球場が大爆発する。大谷翔平、第24号ツーランホームラン。ドジャースが4対2と勝ち越し。2打席連続アーチ。今日だけで4打点。ダッグアウトから選手たちが飛び出してくる。レッツは両手を上げて絶叫。フリーマンは思わず笑いながら首を振る。また打ったのか。そんな表情だった。実況席では声が裏返る。止まりません。大谷翔平、今日2本目です。解説者も興奮気味に続ける。大角低めですよ。普通なら打ち上げてもおかしくないコースを、ライトスタンドまで運ぶんですから信じられません。スタンドではファン同士が抱き合い、何度も、MVP の大合唱が響き渡る。しかし、メッツはリーグ屈指の強力打線。このまま終わるチームではなかった。7回表、ドジャース2番手が制球を乱す。先頭打者に死球。続くソトがヒット。さらにアロンソが左中間を破るタイムリーツーベース。4対3。なおも無視に、三塁。続くニモが犠牲フライ。ついに4対4。試合は再び振り出しとなった。さらに西一塁からアルバレスがセンター前へ運ぶ。西一、二塁。リンドーは、初球を積極的に振り抜いた。ライナー性の打球は右中間を真っ二つ。二人の走者が一気に生還。メッツが6対4と逆転。ドジャー、スタジアムは静まり返る。先ほどまでの歓喜が嘘のようだった。メッツベンチだけが大歓声に包まれる。9回を迎える時点でもスコアはそのまま。ドジャースは2点を追う苦しい展開。メッツの守護神エドイウ。ディアスがゆっくりとブルペンから姿を現した。球速100マイルを超える豪雨で、場内アナウンスが流れる。ピッチャー、エドイウ、ディアス。メッツファンが歓喜する。誰もがゲームセットを予想していた。だが、ドジャースベンチだけは違った。ロバーツ監督は静かに言った。まだ終わっていない。その言葉通り、奇跡はここから始まる。9回裏、先頭のスミスが死球。続くマンスイがレフト全ヒット。虫一、二塁。テオスカー、ヘルナンデスも粘って死球。虫満塁。球場全体が総立ちになる。そして、ネクストバッターズサークルからゆっくり歩き出す背番号17。大谷翔平。今夜すでに2本塁打。誰もが願う。あと1本。もし打てば、歴史に残る一夜になる。ディアスは帽子のつばを押さえ、大きく深呼吸をした。満塁。西ではない。虫満塁。一発が出れば試合は終わる。球場中の視線が、一人の男へ集中する。大谷は静かにバットを握り直し、ゆっくりと打席へ入った。スタジアム全体が息を飲み、完全な静寂に包まれる。その次の一球だ。この劇的な試合の運命を決めることになる。9回裏、ドジャース最後の攻撃。スコアは6対4。メッツが2点をリード。虫満塁。そして打席には、大谷翔平。この日すでに第23号ツーラン、第24号ツーランを放ち、4打点を叩き出している。しかし、球場中の誰もが感じていた。まだ終わっていない。本当のクライマックスは、これからだと、ドジャー、スタジアムを埋め尽くした5万人を超える観客が、一斉に立ち上がる。レッツ、ゴー、DODGERS、MVP、二つの大合唱が交互に響き渡る。一方、マウンドのエドイウ、ディアスは何度もロジンバックに手を伸ばす。普段は冷静な守護神の角にも汗が浮かんでいた。ホシュアルバレスがゆっくりマウンドへ向かう。歩かせてもいい。そんなサインも頭をよぎる。しかし一塁は空いていない。押し出しを避けることもできない。勝負するしかなかった。球場全体が静まり返る。まるで世界中の音が消えたかのようだった。第1球、100マイル、内角高め。大谷は見送る。ボール、スタンドからとよめきが起こる。ディアスは首を横に振る。思ったところへ投げられない。第2球、99マイル、大角いっぱい、ストライク、カウント1、1。メッツベンチが大きく拍手する。第3球、鋭いスライダー。大谷はギリギリまで引きつける。ファウル、1、2。メッツファンが立ち上がる。あと1球、あと1球で試合終了。実況席も声を潜める。ディアスが追い込みました。しかし、解説者は静かに言った。まだわかりません。今日の大谷は、普通ではありません。ディアスは深呼吸を繰り返す。勝負球。選んだのは、高めの100マイル。空振りを狙う最高のボールだった。大至急。ミットをめがけて一直線。その瞬間、大谷の右足が静かに踏み込まれる。コンマ数秒。
身体全体が一本の鞭のようにしなる。そして、同音。球場中に響き渡る。この日最大の打球を、誰もが打った瞬間に確信した。センター方向へ舞い上がる8球。打球は高い。とてつもなく高い。中堅手にもが必死に下がる。フェンス際、なおも下がる。もう後ろはない。彼は振り返る。次の瞬間、ボールはバックスクリーン左へ吸い込まれていった。入った。実況席の絶叫がスタジアム中へ響き渡る。さよなら。グランドスラム。大谷翔平。第25号満塁ホームラン。ドジャー、スタジアムは完全に揺れた。スタンドは大爆発。観客は総立ち。青いタオルが無数に宙を舞う。歓声は数分間止まらない。スコアは一気に。ドジャース、8、6、メッツ。劇的すぎる逆転サヨナラ。しかも、この日3本目のホームラン。第23号ツーラン。第24号ツーラン。そして試合を決める第25号満塁ホームラン。1試合3発、8打点。まさに歴史に残るパフォーマンスだった。大谷はゆっくりと一塁へ向かう。決して派手なガッツポーズはしない。ただ、小さく右剣を握った。その姿に観客はさらに大歓声を送る。一塁、二塁、三塁。チームメイト全員がホームベース前で待ち構えている。レッツは子供のような笑顔。フリーマンは両手を広げて飛び跳ねている。ロバーツ監督まで最前列で拍手を続けていた。そして大谷がホームベースを踏んだ瞬間、全員が一斉に飛びついた。ヘルメットが宙を舞い、ウォーターシャワーが降り注ぐ。ドジャースベンチは歓喜の渦となった。スタンドでは見知らぬファン同士が抱き合い、涙を流す人の姿まで見える。実況アナウンサーは興奮したまま叫ぶ。これが世界最高の野球選手です。翔平、大谷がまた伝説を作りました。ドジャースファンは、この夜を一生忘れることはないでしょう。一方、メッツの選手たちはしばらくその場から動けなかった。ディアスは帽子を脱ぎ、呆然とバックスクリーンを見つめる。アロンソは両手を腰に当てたまま動かない。リンドーアも静かに首を振るだけだった。誰も責めることはできない。あの一球は決して甘くなかった。それでも、大谷翔平はスタンドまで運んでしまった。それが、MVP と呼ばれる理由だった。試合終了後、球場の大型ビジョンにはこの日の成績が映し出される。大谷翔平、5打数3安打、3本塁打、第23号、第24号、第25号、8打点、3得点、決勝サヨナラ満塁ホームラン。その数字が表示された瞬間、スタジアムには再び、MVP の大合唱が鳴り響いた。ロサンゼルスの夜空には、いつまでも歓声がこだまし続けていた。試合後の反応、世界中が大谷翔平の歴史的な一夜に震えた。試合終了からわずか数分後、ドジャー、スタジアムの大型ビジョンでは何度も大谷翔平の第25号サヨナラ満塁ホームランの映像が繰り返し流された。その度に観客席からは、この日何度目になるかわからない。MVP の大合唱が巻き起こる。興奮が冷めやらぬダッグアウトでは、チームメイト全員が大谷を囲み、笑顔で祝福していた。ムーキー・ベッツはインタビューで笑いながら語る。今日の翔平は最初の打席から何かが違っていた。第23号を見た瞬間、今日はまだ終わらない、と感じたんだ。そして本当に3本打ってしまうなんて、正直、驚くしかないよ。フレディ、フリーマンも満面の笑みで続けた。満塁で彼に打席が回った瞬間、ベンチのみんなが、これで決まる、と口には出さなかったけど、心の中では信じていた。彼は何度も不可能を可能にしてきたからね。マックス、満水は興奮を隠せなかった。打球音を聞いた瞬間、誰もベンチに座っていなかった。全員がホームランだと確信して飛び出していたよ。本当に信じられない選手だ。デーブ、ロバーツ監督も試合後の記者会見で深くうなずきながら語った。私は長年野球を見てきた。しかし、翔平のような選手は一人しかいない。プレッシャーが最も大きい場面で、最高の結果を出す。それがスーパースターというものだ。一方、敗れたメッツの選手たちも、大谷の一撃を素直に称賛した。いいと、アロンソは静かにコメントした。最後の一球は決して失投ではなかった。それでもスタンドまで運ばれた。彼は今、世界最高の打者だと思う。フランシスコ、リンドアも苦笑いを浮かべながら話す。対戦相手としては本当に恐ろしい存在だよ。今日は2度もリードを奪ったのに、最後には彼一人に試合をひっくり返された。エドウィル、ディアスはロッカールームで短くこう語った。最高のボールを投げたつもりだった。でも彼は、それ以上のスイングをした。ただ、それだけだ。
試合終了後も球場には多くのファンが残り、大谷のヒーローインタビューを待ち続けた。グラウンドに姿を現した大谷は、大歓声を受けながらマイクを握る。最後まで声援を送ってくださったファンの皆さんのおかげです。今日はチーム全員で勝ち取った勝利だと思っています。本当にありがとうございました。その謙虚な言葉に、スタジアムは再び大きな拍手に包まれた。SNS でも試合直後から世界中の野球ファンが大興奮。これは映画のラストシーンだ。大谷翔平は現実離れしている。9回無四満塁で本当に打つなんて信じられない。MVP どころか野球史に残る伝説だ。何度見ても鳥肌が止まらない。今日の試合は永久保存版。野球を知らない人まで夢中にさせる男。まさにハリウッドの主人公そのものだ。ドジャースファンだけでなく、中立のファンやメッツファンからも称賛の声が相次ぎ、この劇的な一戦は瞬く間に世界中の話題となった。第23号ツーラン、第24号ツーラン、そして試合を決める第25号サヨナラ満塁ホームラン。一人で8打点を叩き出し、絶対絶命のチームを奇跡の逆転勝利へ導いた大谷翔平。その歴史的な夜は、ロサンゼルスの夜空だけでなく、世界中の野球ファンの心にも永遠に刻まれることになった。